スタンプを作ってみますよ。それではレッツホリホリ。それでは最初に輪郭から彫っていきますよ。輪郭が彫り終わったので、これから文字を彫っていくんですけども、文字は一文字ずつ彫るわけではないんですよね。このようにまとめて彫ってしまいます。コツとしてはカッターを止めることなく、リズムをつけて彫っていくときれいに彫れるでしょう。という感じで文字の上側が彫り終わりました。続いて文字の下側を彫っていきます。こちらも同様にカッターを止めることなくリズムよく彫っていくと気持ちがいいです。というように文字はまとめて彫るときれいに仕上がるでしょう。このペンギンさんの輪郭に刃が入ったらほとんど完成ですね。それではいきますよ。止めました。森のはんこ屋さんです。続いて彫っていくところはルンタッタくんのお腹のところになるんですが、ここの余白のところは下書きの線がないので、どこにカッターの刃を入れていいのかがわからないと思うんですが、コツがちゃんとありましてですね、まずですね、外側から攻めていくんですよね。そうするとですね、中央にお山が出来上がるので、最後にそのお山をカットすれば余白処理の完成になります。消しゴムはんこはこういった細かいところの方が実は彫りやすかったりするんですよね。余白のところの処理の方が正直めんどくさいですね。あとは下書きに忠実に彫れれば完成です。ここで刃先がさらに細かいデザインナイフに変えてみました。今から文字と文字の間を彫っていくわけですが、ちょっとだけ作業が細かくなるんですよね。それでですね、ここのコツなんですけども、同じ方向に刃を入れるところは一辺に入れてしまいます。こっちの方が作業効率がいいんですよね。反対側も同様です。同じ方向のところは全部切り込みを入れてしまいます。この切り込みが終わると文字が一つ一つど
ばり彫っていては疲れるので、本日のおやつタイムです。今回はアンリシャルパンティエのピスターシュフランボワーズ。味にグラデーションがあって美味しい。続いては爽やかオレンジのフロマージュ。買うきっかけになったのは2つとも見た目なんですけどね。いや、ケーキ美味しかったわ。また食べたいわね。さて、糖分も補給したし、ハンコをホリホリしますか。今からは文字の細かいところを彫っていきます。ところで、先日開催しましたクラフトイベントにお越しくださいました皆様、ありがとうございました。たくさんの差し入れもありがとうございます。最近いつも YouTube 見てます、頑張ってくださいなど、たくさん声をかけていただけるようになりまして、誠に光栄でございます。やはりいつも家で孤独にハンコを彫っているので、たくさんの人と会えるイベントは楽しいですね。準備は大変ですけどね。またクラフトイベントに出店するので遊びに来てね。しかし YouTube の動画の企画はたくさんあるのですが、最近忙しくて撮影も編集もなかなか進んでいません。しかし慌てても仕方がないのでマイペースでやっていきますわ。とかなんとか言いながらも、ついに編集の効率を上げるために10年くらい使っていたパソコンをとうとう買い替えまして、技術の進歩に少しビビっています。最近のパソコンは 4K 動画とかもサクサク動くからすごいわね。うっかりモニターまで買い替えちゃったから、作業環境に慣れるまでもう少しかかるわね。そろそろハンコが盛り上がりそうですね。だいたいこれなので次の工程に移りたいと思います。今回は記念スタンプということで、持ち手の形状に合わせて消しゴムはんこをカットしていきます。
持ち手にハンコの印影を押していくよ。そして例のサラサラパウダーをかけてもっこもこさせていきます。ここに手をつけてポンと接着。はい、完成しました。いい感じにできましたね。イベントに来た人はこのハンコ押してね。イベント出店するときは店頭にこのハンコが置いてあると思うので、皆さん押しに来てね。もりのはんこ屋さんは Twitter や Instagram をやっているので、よろしければフォローお願いします。この動画が良かったなと思われましたら、高評価できましたらチャンネル登録していただけるとこっちのテンションが変わって